こんばんは。はるです。今回は RM、RW 最強ランキングになります。一応ですね、右サイドというくくりになるので、RM と RW の選手を混同を、してランキングにしてます。で、今回はですね、ベスト5形式で、紹介をしていければなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、第5位です。第5位は、フッティーズサンチョです。サンチョ。サンチョは強いね。まあこれだけ値段もね、実際今の現状安く、なってますし、かなりコスパ的にはいいかなというふうに思います。本当に強いですね。かつ使用感も結構いいので、まあ、なんていうんですかね、重たい選手ではなく、なんかこう、ぬるぬる、ドリブルでいける、突破できる、そんな選手になります。で、決定力もついたんで、普通にシュートも決めきってくれる、そんな選手になりますね。で、サンチョのいいところはですね、もちろん、そのドリブルだったりとかっていうのもいいんですけど、パスがね、うまいっていうのが、非常に素晴らしいです。キャムとかトップ下とかにおいても、本当にパスうまいので、スルーパスとかもしっかり出せる、そんな選手になります。なんで本当にこう前線の選手として、トップレベルの選手にはなりますし、結構サンチョ使ってる人もね、サンチョ強いでってね、言ってくださる人もいるので、まあその中でみんなに合う選手にはなるかなというふうに思いますね。まあ普通に、右ウィングとしてはトップ5には全然入ってくるかなというふうに思います。で、そして第4位ですね。第4位はフッティーズ・ロドリゴです。ロドリゴ。まあロドリゴね、SBC で来て、当時は90万ぐらいしてたんですけど、今ではね、なんかこう市場の変動とかもあって37万ぐらいで、作れているという想定になってます。SBC 自体はもう期限は切れてるんですけど、まあロドリゴね、今の現状そんなに相手には見ないかなって思うんですけど、個人的には結構好きな選手でしたね。タイプ的にはサンチョと同じような感じですかね。ドリブルとか軽くって、まあスピードがね、ある選手にはなるので、普通に、まあ、スキルとかを使わなくてもですね、単純なスピード、こう速さで置いていけるというのが、まあ、ロドリゴになります。で、もちろん逆足も5に、なったことによって、しっかりこうシュートっていうのも両足、ともに決めて、くれますね。結構決定力は高いかなっていう風には、思います。で、意外とちょっとフィジカルもあったり、まあ、サンチョと同じような感じですかね。なんか小さいんだけれども、こう入れ替わってくれる、ぬるぬるいってくれるっていう風なところ、まあ、ロドリゴもあるので、まあ非常に強い、選手で、結構ロドリゴが出た当初はですね、みんな使ってね、使っていたかなっていう風に思いますし、SBC 価格先ほど言った通り当時は90万ぐらいしてたんですけど、多くの方が作っていたかなという風に感じます。まあ組み合わせもね、良かったのが、まあ、相手に結構いた、理由かなという風にも思います。で、そして、続いては第3位ですね。第3位はフッティーズオコチャです。オコチャ。いや、オコチャもね、いいのよ。で、オコチャとロドリゴは、まあ、結構、どっちか人によっては順位入れ替わるかなっていうような部分なんですけど、まあ、個人的にはそんなめっちゃね、誤差があるってほどではないんですけど、オコチャの方がまあ若干強いかなっていう感じはしました。で、オコチャもまあロドリゴだったりサンチョ、まあどっちかっていうとサンチョの方が近いかな。なんか、本当にドリブルがしやすくて、まあ、こねれるし、で、かつ、まあ、スピードもある。まあ、ロドリゴとサンチョのいいところを、ちょっとこう、合わせたみたいな感じかなっていう、風に思います。で、フィジカルはそんなに強くないんだけれども、やっぱりスキル5と、そのドリブルのしやすさっていう風な、部分で相手を抜けるし、まあ、しっかりこう突破できる、そんな選手になりますね。一応まあ、前回かな、キャムの、ランキングに入れたかったんですけど、一応自分は RM、右サイドだったりとかで使うことが本当に多かった。キャムで使った試合とか一回もなかったんで、で、まあ大体ポジションで RM をついてるということで、RM、この右サイドのランキングに入れましたね。で、パスも上手いんで、まあそこは結構ロドリゴとは違ってサンチョのいいところを、まあなんか抽出したのかなっていうふうに思うんですけど、結構ね、決定力も普通に高くて、決定力自体の能力っていうのは低いんですけど、冷静さがね、やっぱ98っていうのが、でかくって、シュートに関しても普通に決めきってくれる、そんな選手に、なりますので、で、5-5になったこと、で、逆足でもちゃんと決めきってくれるっていう選手。なんで、まあ、個人的にはかなりありかなというふうに思いますね。で、そして、第2位です。
第2位は、シェイプシフターズアイコンのアンリです。アンリ。アンリね、この人も右ウイング、もともと ST の選手だったんですけど、シェイプシフターズで、RW、右ウイング、右サイドの選手になりましたね。本当に当時400万とか、そんぐらいしていた選手、1000万か、そんぐらいしてた選手なんで、非常に価値がある選手で、めちゃくちゃ強かったですね。今では60万ちょっとぐらいに、値下がったんですけど、今のね、このもう本当に終わり際の、時に60万っていうのはかなり高額になるので、それだけやっぱ強さもありながら、ちょっとこう価値っていうのが高いかなっていうふうに思いますね。右ウイングはね、やっぱり左サイドに比べてどうしてもちょっと、最後までちょっと弱いかな、競争率っていうのは低いかなっていうふうに思うんで、その中でも、こう、アンリ一強みたいなね、時もあったんで、世界大会でも、使われている選手になりますし、非常にやっぱり強さが、あるなというふうに思いますね。単純なスピードだったりとかもありますし、もちろんもともと ST の選手なんで決定力っていうのも高くですね。で、パスも上手くなったというところも非常に素晴らしい。あとやっぱドリブルがね、結構重たかった選手、身長も188センチあるんで、結構重たい選手なんですけれども、やっぱりこうバランスの数値っていうのが大きく、このシェイプシフターズアイコンの、あれ上がったんで、そこも結構使われる要因にはなった。使いやすくなった、ちょっとだけ。っていう、そういう理由になるかなっていうふうに思います。使われる理由にはなったかなというふうに思いますね。基本的にはやっぱり強さがあって、前線の選手としては非常にトップクラスだなというふうに感じますね。で、そして第1位です。第1位は、フッティーズのアルオワイランです。アルオワイラン。オワイランはね、正直個人的にはいっちゃん強いかなって思いますね、右ウイング。今の、現状というか最後ですかね。FIFA23 の中で右ウイング一番強い、選手。もちろん、今作序盤からやっていた方はですね、アルオワイランのこう、脅威さっていうのがね、感じてると思うんですけれども、本当にワールドカップヒーローのアルオワイランめちゃくちゃ強かったですよね。めちゃくちゃ強かった。もう、早すぎる。この人一人だけ早すぎんのよ、マジで。もう抜け出されたら追いつかないみたいな選手で、非常に今作の前線の選手として、使用率っていうのも高かったかなというふうに思います。で、その中でですね、あんまり使われてきてないなというふうな時期に差し掛かって、フッティーズで強化をされた、5-5になって、もともと 4-4 だったんで、もちろんスピードだけみたいな感じだったんですけど、オンザボールで、しっかりスキルも使えて逆足でも決めきることができる、5-5になったっていうのは非常にでかいなというふうに思います。で、もちろんその序盤に発揮をしていたスピードっていうのにも磨きがかかりですね、もう今の現環境でも余裕で相手を置き去りにできる、そんなスピードを、持ってます。で、かつやっぱりね、速さだけじゃない。この人はちょっとデカめなんで、フィジカルもあったりして、負けないんですよね。もちろん相手のサイドバックもフッティーズだったりとか、この終盤になってきてもちろん強くなってるし、スピードもあるんで、追いついてくるみたいな場面もあるんですよ。でも、フィジカルで負けないんで、そのままぐんぐん運んでいけるっていう。それがやっぱりね、でかい選手のね、強さかなっていう風に、思いますね。もちろんサンチョとか、ロドリゴとか強いんですけど、やっぱりフィジカルで負けてしまう場面っていうのはどうしてもアローワイラン、アンリよりは、あるんで、その中で追いつかれたとしても、そこで負けない力が、あるっていうのはやっぱり理不尽さにつながり、ますし、で、アルワイランもやっぱりシュート、パス、だったりとかも上手くなって、きてるので、本当に最高峰だなと、いうふうに思いますね。マジで強い。本当に強い右ウイングかなっていうふうには、思いますね。っていう感じで、これが最強 RM、RW の、ランキングになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいねとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。